皆さんこんにちは。今回は、冷凍庫の中で組んだ PC にインテル純正の空冷 CPU クーラーをつけて、オーバークロックやベンチマークなど動作確認をした、という紹介の本編です。今回パート5にしてやっと冷凍庫 PC の力を見ることができました。本来ならパート2かパート3で挑戦していたのかなって思ったりしましたが、オーバークロック、以降は OC と呼称しますが OC など動作確認する以前に結露問題が表面化し、結露について問題把握や対策実施、効果確認といったことでパート3とパート4を使い、なんとか PC の動作確認を安定して実施できる状態にすることができました。まずは冷凍庫 PC で OC やベンチマークを行えるステージに来れてよかった、とちょっと喜びつつ、今回のリテールクーラーの動作確認を実施しました。結果について詳細は後ほど紹介しますが、良くも悪くも、さらに当たり前なものもと色々な結果を得ることができました。先に一つ良い結果について話すと、冷凍庫とリテールクーラーの組み合わせで1世代分性能をアップできました。で、それ以外にも様々あったので、この動作確認の紹介は2部構成にしています。今回は本編として OC やベンチマークなど動作確認の結果と、結果を踏まえた今後の予定、主に2つについて紹介します。で、話すと本筋から離れそうな話題は次回おまけパートとして紹介します。単に冷凍庫で PC 組んで OC やベンチマークしただけなんですが、実際やってみると色々わかることが多いものですね。ということで冷凍庫 PC でリテールクーラーの動作確認、本編について話していきましょう。では始めます。はじめになぜ今回リテールクーラーで動作確認を行ったかについてですが、これはパート2に起因します。パート2では私が以前使っていた空冷 CPU クーラーで冷凍庫 PC 初の動作確認を行ったのですが、CPU クーラーに組み込まれたヒートパイプが原因と思われる動作不良、元入冷却不全が発生し、せっかく冷凍庫 PC を作って動作確認できるようになったのに OC やベンチマークの楽しみはお預け状態でした。しかしパート2の動画のコメントで、ヒートパイプが原因ならヒートパイプのないリテールクーラーとかなら動くのではと全くおっしゃる通りなアドバイスをいただきました。確かにって感じでした。ということでパート2時点では次に不凍液水冷を予定していましたが、水冷の前に空冷を再挑戦することにしました。そういえばなんでリテールクーラーの存在を忘れていたかですが、私が組んだ自作 PC 歴、みたいなのが関係していて、この冷凍庫 PC が実質2代目の自作 PC と経験が少ないからです。1代目は DIY で見た目をコロコロ変えていますが、CPU は i7-9700K を使い回しています。で、2代目に何を思ったか冷凍庫 PC を構想し、実験用の PC パーツとして CPU に i7-6700K を選んだわけですが、9700K と6700K、どっちも i7 ということでリテールクーラーを所有した覚えがありませんでした。冷凍庫 PC の検討中は眼中になかったどころか、私の中では存在自体消えていたようです。まあそんな感じで忘れていたリテールクーラーですが、入手は簡単かつ安価でした。中古品を1000円で購入できました。で、ちゃちゃっと装着。私としては初めてのリテールクーラーでしたが構造はシンプル、小型、簡単装着と、扱いやすいところは好印象です。まあ小型というのは冷却面で致命的と思いますが、ヒートパイプがないというシンプルさが今回は合っていました。やっぱりシステムのシンプルさと動作の安定性って切り離せませんね。他に今回の動作確認にあたって PC パーツの構成を変更しました。具体的にはストレージです。以前は M.2 SSD を使っていましたが、今回からは 2.5 インチ SSD を SATA ケーブル接続で使っています。M.2 SSD ではストレージもろとも-32度 C とかまで増やしていたのですが、コメントでアドバイスをもらったり、後々メーカースペックを見たりしたら動作温度は0度 C から70度 C までと指示変更に至っています。まあ最終的な SATA ケーブル接続に落ち着くまで色々試行錯誤したんですがそれはおまけで話します。あと古外で USB 機器を使用するために使っていた延長ケーブルをタイプ A からタイプ C に変更しました。これには先ほどのストレージの話も関わるのですが、基本的にはタイプ C 特有のコネクタ形状や部品点数が減らせたことで作業性が良くなりました。今回の動作確認における PC の構成は以上です。
では実際に動かしてみましょう。今回動作確認として定格や OC5 の状態でシネベンチ R20 のベンチマークを行い、スコアと CPU パッケージ温度を見ました。で、はじめに基準を知るために室温環境で動作確認をしてみます。以前に実施した空冷クーラーの測定方法を踏襲してとりあえず CPU ファンの回転速度を最大にしてみたらすごいうるさいですね。正常に動いていても冷凍庫よりうるさいと感じる音でした。回転速度は 3200rpm 近いです。以前の CPU ファンは最大でも 1200rpm 程度だったのでこの緩急は激しい。とまずは駆動音に驚きつつ、ひとまず低角動作でベンチマークしてみました。で、結果はスコア2107ポイント、CPU パッケージ温度 92°C でした。最初この結果を見て低角動作なのに温度高えって思いましたが、今はリテールクーラーで i7 を冷やしているんでした。クーラーの冷却性能不足でしょう。そりゃ i7 にこのクーラーはついてこないわけだって実感できました。てか以前の空冷クーラーは5000円で静かな上に冷却性能も良いと、リテールクーラーと比べるのも酷ですが良い商品なんだなと思いました。話を戻します。結局リテールクーラーで低角動作した時点で CPU パッケージ温度が 90°C 超えになったので、室温環境では OC をする余地はないと判断して、次に冷凍環境で動作確認をしています。冷凍環境での動作確認。手始めに以前の CPU クーラーでは動作不良を起こした最も弱い温度設定のレベル1からです。PC を起動した状態で庫内の温度が安定するのを待つと、マイナス 8°C 付近で落ち着きました。この温度自体は以前と同程度なので冷凍環境も似た状況が再現できているみたいです。では低角動作でベンチマークをしてみましょう。2092ポイント、CPU パッケージ温度 62°C。室温環境と比べスコアに変化はありませんが温度は 30°C 下がりました。嬉しいのでもう一度、30°C 下がりました。やったー。はい。まあ室温環境が 23°C とかだったのでマイナス 8°C まで冷やせば温度差は 30°C 以上。妥当な結果のようです。庫内温度の低下に伴ってファンの回転速度も 150rpm 程度落ちたようですが、特に CPU パッケージ温度に影響はなさそうです。一方でベンチマークを行った前後の庫内温度はマイナス 7.5°C からマイナス 5.7°C と変化。2°C 近く上昇しました。予想される冷凍庫の冷凍能力からすると CPU の発熱程度ならまだ処理できるはずなので、仮にストレステストなどで長時間発熱させたとしてもどこかの温度でバランスが取れるとは思います。ですが一度のベンチマークで 2°C も上がったら、熱的にバランスが取れても冷凍庫の過負荷による故障が起きそうです。単純な冷凍庫の冷凍能力だけで PC を冷やすのは難しいってことがわかります。まあこのあたりは対策を考えてありますので今回はこれ以上触れずに進めます。では OC の時間です。以前の空冷 CPU クーラーで室温環境の OC 動作を調べた際の限界だった 4.4GHz、1.300V からやってみます。結果はスコア2264ポイント、CPU パッケージ温度は 83°C です。低角動作より一気に 21°C 上がりました。まあそれでも以前より低い温度ですが、ありがちな温度になってきました。次に 4.5GHz。コア電圧はそのまま 1.300V で動かしてみます。ちなみに 4.5GHz というと 6700K の1世代後継、7700K のターボブースト時動作周波数です。普通リテールクーラーで挑むことはないであろう動作でしょう。結果はスコア2317ポイント、CPU パッケージ温度は 84°C です。以前の空冷 CPU クーラーだとこの設定ではエラー落ちしていましたが、今回は結果を取得できました。測定は一度のみですが、冷凍されている PC パーツたちにとってマイナス 8°C は快適な温度なんでしょうか？意外な結果です。スコア2317ポイントについて、シネベンチのスコア参考サイトを見ると 7700K の結果を超えることができたようです。参考サイトのスコアは低角動作っぽいですが、6700K、リテールクーラーという条件で 7700K の動作を実現させるには、マイナス 8°C という環境が必要と分かりました。謎知識が新たに増えましたね。
CPU パッケージ温度は電圧を変えていない影響か、4.4GHz と大差ありません。CPU パッケージ温度って動作周波数より電圧に依存するものなんですね。今更知りました。へえ。この後 CPU パッケージ温度が90度 C ぐらいになるのを目安にもう少し条件を探ってみましたが、4.6GHz で 1.325V、1.350V とやってみたところエラーが出たり、ブルースクリーンになったり、1.350V ではブルースクリーンになる前に90度 C 近くなっていたので、次の温度設定を試すことにしました。温度設定レベル5です。温度はマイナス15度 C で安定しました。冷凍環境による温度の影響を見るために、ここでも定格動作から見ていきます。結果はスコア2093ポイント、CPU パッケージ温度56度 C。スコアは変わらずですが温度は順当に下がっています。4.5GHz、1.300V で動かすとスコアは2328ポイント、CPU パッケージ温度は77度 C です。温度的にも余裕が出てきたようです。ということで 4.6GHz に再度挑戦です。先ほどは 1.350V でブルースクリーンになり電圧不足っぽかったので、4.6GHz、1.375V でやってみます。結果はスコア2386ポイント、CPU パッケージ温度98度 C でした。動かせたけど温度高い、電圧の影響はえげつないなって実感できました。スコア2386ポイントについて参考サイトを見ると、i5、8400 以上、i7、8850H 未満の結果っぽいです。2世代後継の i7、8700K は、というとあれは3800ポイント近いので太刀打ちできません。スペック表を見ると納得の結果という感じでしたが、このあたりは次回のおまけ編で紹介したいと思います。さらに冷やして温度設定レベル8にしてみます。庫内の温度はマイナス18度 C 付近で安定しました。温度はパート2と同程度でした。冷えたのは良いのですがここで問題が生じました。マウスカーソルの動きがカクカクです。ソフトの表示は正常だったのですがカーソルの動きだけ異常です。動作不良が起きたようです。この動作不良について詳細はおまけ編で話そうと思うので、今回は簡単に紹介しますが、コア電圧や庫内の温度を上げたり、CPU ファンの回転速度を下げたりすると動作が改善したので、供給できる電力量と PC 動作に必要な電力量のバランスや、庫内や PC パーツ自体の温度が影響してきたようです。ここで改めて PC パーツの低温動作性についておさらいしてみます。CPU やメモリは液体窒素冷却の実績がある PC パーツなので低温動作に強そうです。メモリは特定のものに限られますが、マザーボードは液体窒素冷却などごく低温冷却用の設定があるみたいですが、直接冷やした実績は把握できていません。低温に弱いのは PC 電源とストレージです。で、ここで思い出すのが PC 電源が低温に弱い理由の一つ、コンデンサの存在でした。コンデンサは低温だと性能が落ちるのですが、マザーボードにもびっしりついていましたね。そして今回はマイナス18度 C 環境での動作不良と、動作性に影響した電圧や庫内温度、半回転速度といった要素を考えると、マザーボードを冷やしすぎたという可能性が考えられます。ではこの問題にどう対処するかとなりますがそれは後ほどの今後の予定で話すとして、動作確認を続けます。まあ動作確認を続けたというより、続けさせたというのが正しいかもしれませんね。温度設定レベル8、マイナス18度 C における定格動作の結果はスコア2081ポイント、CPU パッケージ温度53度 C です。i7、6700K をベンチマークしたら53度 C に収まった。改めて字面だけ見るとすごい気がします。で、温度設定レベル5では98度 C に達した 4.6GHz、1.375V を行ってみましたが、ベンチマーク中に100度 C 到達によるサーマルスロットリングが発生。さらにブルースクリーンになり終了しました。動作が安定しないばかりか温度も下がりませんでした。動作が不安定なのはわかりますが温度が下がらないのは謎です。比較のために 4.5GHz、1.300V もやってみました。結果はスコア2327ポイント、CPU パッケージ温度78度 C です。この動作条件でも CPU パッケージ温度が冷えていません。
まあ庫内温度が温度設定レベル5とレベル8で3度 C しか変わらないので、誤差レベルとも考えられますが、私としては冷凍庫 PC 史上最もよくわからない現象です。動作が不安定になった影響が温度にも出てきているのかな、よくわかりません。温度設定レベル8はこれで以上で、その後は急速冷凍機能を使ってみましたが、構造を変化させた影響か PC 起動中はマイナス18度 C 以下に冷えることはなかったので、今回の冷凍環境動作確認はここで終了にしました。結果をまとめます。今回、冷凍庫の2にの温度設定で冷凍させた上で PC の動作確認をしたところ、定格動作では庫内温度の低下に伴い、CPU パッケージ温度の低下が確認できました。一方でベンチマークのスコアについて、温度設定ごとに取得できた最高スコアを比較すると、最大は温度設定レベル5、庫内温度マイナス15度 C 時のものでした。温度設定レベル8、マイナス18度 C では動作不良が生じ、OC 動作時に CPU パッケージ温度は下がりませんでした。動作不良は CPU コア電圧や庫内温度を上げること、CPU ファンの回転速度を落とすことで改善したため、PC パーツの過冷却に伴う電力供給、制御機能の劣化が原因と考えられます。OC 動作時に CPU パッケージ温度が下がらなかった原因は現在推定できていません。ちなみにスコアについて注目すると最大2386ポイントとなり、合計の i7、7700K や i5、8400以上の結果を冷凍庫、リテールクーラーという条件で得ることができました。まとめは以上です。ここで少し私の感想です。今回の結果では i7、7700K 以上のスコアを得られましたが、逆に考えると1世代分しか性能を上げることができませんでした。私自身メイン PC で i7、9700K を使っているのである程度予想していましたし、今回はリテールクーラーを使ったり動作不良もありましたが、性能向上できてもこれぐらいか、というのが正直なところです。まあ今の冷却システムでも最新の PC パーツ構成にした時に、1世代分の性能向上とは言わないまでも、それ相応の性能向上を見込めるのは有意義なことなんでしょうけど、ちょっと肩透かしな気分です。まあ成果と展望は微妙な感じですが、引き続き制作を続けていくつもりです。自作 PC で DIY というのは、DIY ジャンルの中でも数値で成果がわかる珍しいテーマだなぁと今回の動作確認を通して感じました。DIY によって物として出来上がる嬉しさに加えて、数値でも成果がわかることはなかなか面白いものです。何より水冷とか他にやってみたい、作ってみたい冷却方法が控えています。気になるので続けます。ここからは今回の動作確認の結果も踏まえて改めて今後の予定について話します。今後の予定ってパート2から毎回紹介していますが、今回も変更点が出てきました。変更点というのは、パート4で紹介した大幅な構造変更を実施するタイミングと、近いうちに作ると話した構造変更のコンセプトを含んだ DIY の取りやめ、以上2つです。大幅な構造変更が今回の動作不良の対策として有効そうなので実施タイミングを前倒しし、実施タイミングが近くなったのでコンセプトを含んだ DIY で段階を踏まずに、冷凍庫 PC の構造変更に移ろうって感じです。で、大幅な構造変更がどうして今回の動作不良に有効かとか、そもそも何をするのかというと、この構造変更で冷凍庫から PC パーツをすべて取り出し、冷凍庫では冷媒を冷やすだけにしようと考えていたからです。平たく言えばスポット冷却の導入です。元々の目的は装置の拡張性向上と結露対策でしたが、今回の動作不良も関わってきました。そもそも今回の動作不良ですが、現在のところ原因はマザーボードの過冷却と考えており、この予想が正しかった場合取り得る対策の方針は、マザーボードを冷やしすぎない、となります。ですがマザーボードには CPU というとりあえず冷やしたいパーツが漏れなくついてきます。冷やしまくりたい CPU と過冷却は避けたいマザーボードが混在する場合、適した冷却というのは、PC パーツごとに冷却度合いを変えてあげる、スポットやポイント的な冷却システムです。これはパート1の時点からコメントでいただいていたアドバイスでしたし、当初の冷凍庫 PC の構想に関わる内容になりますが、今回のパート5までに分かったことを考慮すると妥当な方針になってきました。まずパート1時点で、
当初は水冷のラジエーターだけ冷凍庫に入れようかとも考えていましたが、結露対策でヒーターは使いたくないということで、冷凍庫内で PC を丸々構築するという方針を取りました。しかし結局パート3やパート4で結露と向き合うことになり、最終的に PC パーツ周りの空気の湿度、もとい水分を低減させることで結露を抑制するという技術を構築できました。で、構築した技術自体は冷凍庫内でなくても利用できます。つまり冷凍庫で PC を組む最大の理由だった結露という点をだいぶ抑えることができてきたので、相対的に冷凍庫内で PC を組むメリットは小さくなりました。ちなみに冷凍庫で PC を組むことでメモリなども冷やせましたが、これは冷凍庫内じゃなくても実現できそうです。今後の構造変更では、CPU やメモリなど冷やしたいパーツをとことん冷やし、マザーボードなど過冷却は避けたいパーツは適度に冷やす、といった感じでパーツごとに冷却度合いを調整しつつ、結露対策の強化、ガスレイなど今後のやりたいことに向けた拡張性を確保するなど色々と理由がついてきました。やること自体はパート3時点から大きく変わっていないのですが、理由が後についてきた感じです。不思議だなぁ。構造変更が何なのかについては以上ですが、どうして前倒しするかについては今回は割愛して、構造変更後に氷蓄熱システムを導入した際に理由を話したいと思います。変更点については以上で、次回は予定通り不凍液水冷を実施します。冷却方法が空冷から水冷になった以外は今回と同じなので、今回同様に動作不良が生じそうですが、大幅変更前に動作を見ておきたいという興味本位で実施します。PC パーツたち頑張ってくれ。ちなみに不凍液水冷の動画投稿後、大幅な構造変更を始めたら少し動画投稿の期間が開くと思います。なんせシステムの構想はあっても寸法決めとか設計はまだ手をつけていません。今現在学びながら進めている冷凍庫 PC らしいっちゃらしいですが、そんな予定になりそうです。以上、今後の予定でした。今回の動画はこれで以上です。なんかリテールクーラーでやっと冷凍庫 PC の実力を垣間見たと思ったら、パート1時の構想まで戻るということで、一歩進めた結果、一歩前の分岐点から強くてニューゲームみたいな方針ばかり取っている。知識は増えるけどスコアに繋がっていない動画ですが、引き続きのんびりと続けていこうと思います。ではでは、ここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。